皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？前回投稿したエピソード、もう皆さん聞いていただけましたでしょうか？前回は映画館について投稿して、日本の映画館だったり私が海外で映画を見に行った経験についてお話ししました。でその時に最近日本ではどんな映画をやってるのかなと思っていろいろ調べて、で私もつい最近映画を見てきました。国宝という映画を見てきました。国宝という映画、皆さん聞いたことありますか？またはもう見に行きましたか？国宝という映画の原作は小説なので、小説を読んだことがあるという方もいるかもしれません。で、国宝という映画は歌舞伎のお話です。歌舞伎というのは日本の伝統芸能ですよね。その歌舞伎を題材にした映画になります。映画のあらすじをちょっとお話しすると、映画の主人公は若くして両親を亡くして、でその後に歌舞伎の世界に入って歌舞伎役者になります。で歌舞伎の家系に生まれた人と、同い年ぐらいの人と一緒に切磋琢磨しながら成長して歌舞伎役者になっていくんですが、主人公は歌舞伎の家系に生まれたわけではないからこその苦労とか様々な人間関係が描かれています。で、私はこの作品めっちゃ良かったなって思います。めっちゃ好きです。おすすめしたいです。私がその俳優さんの演技についてどうこう言える立場では全くないんですけども、物語に引き込まれるような演技でもうとっても感動しました。で、この映画3時間弱ぐらいあってめっちゃ長いです。めっちゃ長いんですけど、その時間もあっという間に過ぎて気づいたらもう映画が終わってました。そのぐらい映画の世界に引き込まれるような感動するストーリーでした。この映画は日本では6月に公開されてもう結構ね何ヶ月も経っているんですが、海外でも公開が決定していたり、カンヌ国際映画祭で上映されたりと評価が高い映画みたいです。そういうのを全然知らなくて、で何映画あるかな、何見に行こうかなと思って調べていたらこの映画が出てきて、そんな最近すっごい人気な映画があるんや、よし見に行ってみようと思って行きました。じゃあもうめっちゃ良かったので、もし皆さんがこれを聞いてくださってる皆さんが日本に住んでいるなら、ぜひこの映画を見に行ってみてほしいです。最近英語字幕がついたバージョンも公開されました。なので日本語まだそんな分かれへんねんな、日本語だけやったらちょっとなって思う方も大丈夫です。英語字幕がついたものも多くはないんですが、東京とか大阪とかの都会の方の映画館に行くとあるので、ぜひ見に行ってみてください。前回の続きのお話で映画は私も見に行ってめっちゃ良かったので、ちょっとお話ししてみました。では今回はですね、映画とはまたちょっと違うテーマで、日本の公共交通機関、電車とかいろいろありますよね。それについてお話ししていこうと思います。日本に住んでいる人、日本に旅行に来る人関係なく、日本に降り立ったらもうみんなが使うものかなと思います。一生徒歩や自転車だけで移動している方って少ないかなと思います。あとは逆にめっちゃ田舎に住んでいたら、ずっと車で移動してるとか、すごいお金持ちの方だったらもうね、プライベートの運転手がいるよっていう方もいるかもしれませんが、日本に住んでいるマジョリティ、多くの方は電車を使ったりバスを使ったりしながら普段生活していると思います。で、特にこれから日本に来たい方、来る予定の方は、このエピソードを事前に聞いて、ルールや制度とか、どうやって乗ったらいいのかなとか、そういうことをね、
よく聞いて覚えておいてもらえたらなと思います。ではまず公共交通機関 Public Transportation ですね。は何がありますか？一緒に考えてみてください。日本にそんな特別なものはないんですけど、まずは電車で、あとはバスがありますよね。で、タクシーもあって、日本では珍しいですが、路面電車、トラムとか、あとはモノレールもたまにあります。限定的なエリアにはなりますが、あります。多くの人が使うもの、多くの人が毎日使っているものは電車、バス、またはタクシーかなと思います。ではですね、まず電車から話していこうかなと思います。空港に着いたら、多分多くの方は電車に乗るかなと思います。で、日本の電車はちょっと複雑というか、いろいろ種類があります。JR というものとか、あとは私鉄、またはすごい速いものですね。新幹線もあります。で、すべてどの電車に乗るにも、スイカというその交通系のカード、または地域によってはイコカって言ったり、別のものもあるんですが、それらを使って電車に乗ることができます。もちろん現金で駅で切符を買って電車に乗ることもできるんですが、それね、いちいちしてたらめっちゃめんどくさいです。私も最後にいつその切符を使ったかわからないぐらい、子供の時にしか使ってないぐらいです。なので皆さんにもそういうスイカとかイコカとか、交通系のカードを買うこと、入手することをお勧めします。で、最近では都会のエリアでは、もうクレジットカードとかスマホに入っているタッチ決済で電車に乗れます。なので、いちいち駅で切符を買うために長い列に並んだりとか、そういう手間が省けるので、めちゃめちゃいいかなと思います。ちょっとずつ発展してきてるかなと思います。iPhone を使っている方だったら、ウォレット、お財布のところに行って、交通系のカードのところに行って、で、日本っていうところに、スイカとかイコカがあるかもしれませんが、それがある場合は、それを選択して自分でお金をチャージしておけば、もういつでもどこでも電車に乗ることができるので、それをまず事前にね、設定しておくことをお勧めします。で、こういうデジタルのものを持っておくのが大事っていう理由がもう一つあるんですが、日本の電車はこう JR とか地下鉄とか私鉄とかもいろんな路線があって、で、各その駅で、会社が違うので、全部乗り換えるときにチケットを再購入する必要があります。もし皆さんがその現金で駅で切符を買って電車を乗ろうとしている場合ですね。その場合は、毎回毎回乗り換えをするたびにチケットをね、再購入しないといけないので、もうめちゃめちゃ時間がかかるし、めちゃめちゃめんどくさいです。特にその旅行中なんて、あんまり時間を無駄にしたくないというか、駅で待つ時間っていうのはできるだけ少ない方がいいですよね。なので、だからこそスイカとかイコカを持っておくか、またはタッチ決済ね、タッチ決済でも電車に乗れるようにしておくべきかなと思います。めっちゃ田舎の方に旅行に行く方は、タッチ決済がまだないっていう場所も全然あるので、一番どこでも使えるようにするには、スイカとかイコカを購入するべきかなと思います。スマホの中でセットアップできたら一番いいんですけど、それができない方は、日本に着いた時に、その最初の駅で購入することができるので、そのイコカとかスイカとか何でも大丈夫です。関東だったらスイカだし、関西だったらイコカかなと思います。で、どっちでも大丈夫なんですけど、それをね、購入することをお勧めします。で、電車もバスもモノレールとかだいたい乗り物系ですね、は、この Suica とか ICOCA の交通系の IC カードがあれば、もうすべてと言ってもいいと思います。すべてどの乗り物関係なく乗ることができるので、めっちゃ便利です。あとそこにお金が入っていれば、コンビニでも使えるし、レストランとかスーパーとか使える場所もあります。
なので1枚カードを持っておくと、なんかもし皆さんの使っているクレジットカードが急に使えなくなったとか、海外で使ってるからクレジット会社に急にブロックされたみたいなこともあるかもしれませんが、いこかにちょっとお金を多めに入れとけば、そういう心配もないかなと思います。で、電車だとあとは新幹線がありますよね。新幹線は普通の電車とは違って、毎回座席を予約する必要があります。座席を予約するというか、別でね、チケットを購入する必要があります。これはネットで購入することもできるし、あとは現地のその駅に行って買うこともできます。で、正直新幹線のチケットはなんかややこしいので、私も迷ったりしたことがあるんですが、一番簡単で確実なのは、駅に行って駅員さんに聞いて買うのが一番確実で間違いなくて、いいかなと思います。でも大きい駅に行けば行くほど毎回その列がすっごい長かったり、時間もかかるので、おすすめかと言ったらおすすめはしないです。で、新幹線のチケットなんですが、自由席っていうのもあるし、座席を指定して購入するのもあるし、で、あとはグリーン席って言ってちょっと値段が高いけど座席も広くてゆったりできるシートもあります。なのでこれは皆さんの予算に合わせて選ぶといいかなと思います。で、新幹線は早く購入すると、なんか1ヶ月前、1週間前割引とかあるんですけど、日によって値段が全然違うっていうことはないので、そんなに焦らずに日程が決まったら買うというふうにすればいいかなと思います。私が覚えてるのはフランスの列車に乗るときにチケットを購入しようとしたときに、日によって全然値段が違ったり、時間によって全然値段が違ったりしたので、もう毎日毎日旅行が決まったらいつ買うのが安いのかなみたいな感じで、ずっとネットで調べて、これ多分一番安いやろ、だからこれにしようみたいな感じで予約していたりしたんですけど、日本ではね、そういう値段の違いっていうのはないので、そんなに焦らなくていいかなと思います。日本のお休みの時、お正月とかお盆とか、あとは3連休、土日月とか、日本人みんなが旅行しそうな時期。この時期っていうのは、座席が埋まってることが多いです。なので、日本のカレンダーをチェックして、早めに予約するっていうのをお勧めします。あと、日本の新幹線は大きいスーツケースを置く場所があんまりないです。でも皆さんが絶対大きいスーツケースを持って旅行するということが分かっていれば、事前にそのスペースをね、予約する必要があります。小さい荷物で、その棚の上に置けるものだったら気にしなくて大丈夫なんですけど、大きいスーツケースを持っているという場合は、スペースを予約した方が楽に旅行できると思います。通路に置いておくと人の邪魔になるので、大きいスーツケースがあるっていう場合は、大きいスーツケースを置けるスペースがあるので、そこを予約事前にして、大きいスーツケースを膝に抱えながら移動するということがないようにするといいかなと思います。で、バスですね。バス私は普段あまり使わないので、あれなんですけど、東京、大阪とか都会はたくさん走ってるし、また田舎も電車があまりない場所もローカル線のバスが走っているので、バスの方がいろんな田舎とか、市内どこでも走っている場合があるので、そうですね、バスに乗る方も多いかと思います。で、バスは行く場所によって乗り方が違います。一番最初に乗った時に一回皆さんのカードを機械にタッチして、また降りる時にタッチするっていう場所もあるし、1回何円、1回200円とか、バス1回300円みたいな場所もあるので、その場合はバスから降りるときに1回タッチするだけでいいです。なので、これは私もね、そのバスに頻繁に乗るわけではないので、ここはこう、ここはこうって詳しく説明することはできないんですが、もし皆さんがわからなかったら、もう周りの日本人がどうやってるかっていうのを見て、その人たちと同じようにするのがいいかなと思います。
で、バスこそ現金でお金を払うってなったら時間もかかるしめんどくさいので、交通系の IC カードを持っておくか、またはタッチ決済、スマホでタッチ決済ができるかっていうのを事前に確認しておいて、使えるようにしておくっていうのがおすすめです。では最後にタクシーについて話していこうかなと思います。旅行中だと荷物も多いし、時間も限られているので、タクシーを使おうって思う方も多いと思います。で、私も普段は全くタクシーは使わないんですけど、旅行に行っても荷物が多くて、どうやってもこんな大量の荷物、長時間移動できないってなったら、たまーにタクシーを使います。でですね、まず日本では Uber がないです。Uber とか、東南アジアだとGrab っていうサービスがあると思うんですが、そういうものが日本にはないです。Uber タクシーというものはありますが、それはタクシーで Uber ではないです。で、皆さんにも注意してほしいんですが、空港に着いた時に、空港でどこ行くのって値段交渉されて、あ、そこならこんぐらいの値段で行けるよみたいな感じの客引きがあるかもしれないです。これは日本では一応違法でしてはいけないことになっています。それでも外国人の観光客の方を呼び止めて、こっち来タクシーじゃなくて僕たちが連れて行ってあげるよみたいな風に客引きをして、で、安い値段で連れて行くよって最初は言われるんですけど、結局最終的には高い値段を請求されるということがあります。ぼったくられる可能性もあります。なので、皆さんがもう絶対タクシーを使いたいって思っていたら、まず空港に着いたらとか大きい駅に着いたら、タクシー乗り場に行って、ちゃんとしたタクシーに乗ることをお勧めします。で、100%とは言い切れないですけど、日本のタクシーでぼったくられることは98%、99%ないと思います。なので皆さんもそのタクシーのメーターがちゃんと動いているかとか確認はしてほしいんですけど、正式なタクシーを利用した方が99%安全です。なので、その空港でね、どこ行くのとかって値段交渉されて、声をかけてくる人には注意してほしいです。で、あとは普通に道で、タクシー乗り場がない普通の道でタクシーを拾いたい場合ですね。これは多くの国で一緒だと思うんですけど、手を挙げて、あ、タクシー乗りますって言ってアピールしてタクシーを止める必要があります。で、走ってるタクシーに空車と書かれていたら、手を挙げてタクシーを止めてください。空車っていうのは今空いてますよ、お客さん待ってます、乗れますよっていうことです。そこに予約と書かれていたり、回送と書かれていたら、そのタクシーはね、別のお客さんのもとに向かっているか、今はもう営業していませんっていうことなので、空車と書かれているタクシーを見つけたら手を挙げて止めてください。で、また他にもいろんなサインがあるんですけど、夜10時を過ぎたら少しだけ値段が高くなります。なので、その時は割増と書かれています。で、例えば朝同じ道を通って、タクシーの値段が2000円だったのに、夜になったらちょっと高くなってる。どういうこと？なんかお金多く請求されてるんかなって思ってしまうこともあるかもしれませんが、それはね、午後10時以降、朝の多分5時ぐらいまでだったと思います。5am までは少し値段が高くなるので、それはもうご了承くださいっていう感じですね。それを覚えておいてもらえたらいいかなと思います。そしてタクシーが止まったら乗り込むと思うんですけど、ここで1個注意点なんですが、日本のタクシーのドアは自動で開きます。自動なので自分で勝手に開けたり、またはドアを閉めたりしないようにしてください。タクシーが来てドアが開いたら乗る。降りるときは降りて終わりです。癖でドアを閉めそうになると思うんですけど、降りるときとか特に。日本のタクシーはその必要がないので、そこは注意しておいてください。で、毎回道でタクシーを捕まえていると大変ですよね。あといつタクシーが来るかわかんないし。
で、その場合予約したいと思うんですけど、アプリがあります。私が使ったことがあるものは Go で Go ですね。Go というアプリか、または Didi で Didi というタクシーを呼べるアプリもあると思います。私が使ったことがあるのは Go だけなんですけど、いくつかあるので、タクシー予約など調べてダウンロードして、で、タクシーを予約するっていうのも一つかなと思います。空港とか大きい駅だとタクシー乗り場があっても、そこにどんどんタクシーが来るので、そこで待っていれば割とすぐタクシーに乗ることができるんですけど、旅行中いろんなとこに行きたいと思います。でね、なんかちょっと田舎に連れてってほしいみたいな時は、予約しておいて、それでタクシー呼ぶっていうのが一番楽かなと思います。今回は日本の公共交通機関についてお話ししました。そうですね。世界どこでも同じような電車、バス、タクシーっていうのが日本では主流かなと思います。あと最近どんどん広がってきているのが、電動スクーターっていうんですかね。ループっていうものが日本にはあるんですけど、それで移動する方もめちゃめちゃ多いと思います。電動スクーターもあるし、あとは電動自転車もあります。それをレンタルして、スイスイ移動するっていう方も多いらしいです。私はそれまだ使ったことがなくて、日本で。海外だとあるんですけど、日本で使ったことがないので、詳細というか、あまりお話はできないんですけど、それも多分世界どこでも一緒だと思うんですけど、アプリをダウンロードして、ロック解除されるので、それで乗って、その各ね、置き場とかマップで見れると思うので、着いたらそこに置いて、クレジットカードとか登録して支払い完了っていう、本当に簡単だと思います。なので、普段皆さん自分の国でそういうレンタルの電動スクーターで移動してるって方は、日本に来てもそれで移動すると楽かなと思います。都会、東京とかだとほとんどどこでもあると思うんですけど、田舎に旅行する場合は、まだまだそういうのは広がっていないので、電車バスが主流かなと思います。日本の電車バスは比較的正確で時間通りに来るっていうので有名かもしれないですけど、日本は自然災害が多いので、台風で大雨で止まってしまう、遅れてしまうっていうこともよくあります。確かに電車は正確なんだけど、なんか遅れることもあるよね、よく使っていたら思います。あと、日本の電車は満員電車、もう人がぎゅうぎゅうに押し込まれた、詰め込まれたような状態、満員電車になることもよくあります。なのでね、なんか時間正確だし、比較的清潔でいい乗り物というか、いい移動手段かもしれないですけど、満員電車だったり、遅れることもあるし、そうですね、いい面も悪い面もいろいろあるかなと思います。あともう一つ付け加えるとしたら、日本のそういう電車は比較的高いです。毎日使っているともう本当に結構な額になります。1回300円とかではなく、その移動距離によって値段が変わるので、1時間も移動していると結構な値段になります。それをね、例えば1週間日本旅行して毎日使っていると、割と結構な金額になります。なので皆さんが友達、3人、4人と一緒に4人ぐらいで、観光している場合は、割とタクシーを使ってもそんなに差はないんじゃないかなって思ったりもします。もちろんその全部タクシー移動してたらめちゃめちゃ高いですけど、ちょっともう夜は疲れたからタクシーで帰るかとかしても全然めちゃめちゃ高いっていうわけではないと思います。でも夜はタクシーは夜の料金があるのでちょっとだけ値段が高くなります。そういうのを考えたら、タクシーの方がそれはもちろん高いんですけど、そうですね。皆さんそれぞれ自分に合った移動手段で移動できるので、旅行中は、いろいろ全部試してみるのもいいのかなと思います。ほぼすべての乗り物でイコカとかスイカとか IC カードが使えるので、それを準備しておくっていうのが一番かなと思います。
では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをサポートしたいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこうやってポッドキャストを作ることができているので、本当にありがとうございます。これからもポッドキャストエピソードをね、どんどん作っていくので、応援していただけると本当に嬉しいです。では今回はここまでになります。最後まで皆さん聞いてくださり本当にありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。それでは皆さん良い一日を。